やっぱり薬草がいっぱい入ってるからいいですよね。いっぱい入れてるんアルですよ。コールと一緒にこう回るから。本当にね、商売じゃないんで、もう伝統市だけに力入れてますので、もう昔からの製法全然守ってます。もうランジャっていう名前も本当になんか独特っていうか難しいですし。ランジャっていうのはなんか広辞苑なんかには載ってるんですね。あ、そうなんですか。ランジャで熟語でね、ランの花とジャコを。そうバラすとわかるんですよ。そうなんです。ランの花とジャコを合わせたようなジャコでとても香りっていう熟語だったんです。だから昔は使われてた言葉で今は死語使ってない言葉なんで。こちらがランジャ酒ですね。こちらのね茶瓶に入っているのがランジャ酒です。こちらは薄墨桜といいまして、もち米で作ったお酒ですね。ランジャ酒はどういったお酒になるんですか？これはね薬用酒なんですけど、もち米で作ったお酒に生薬を、十数種類入れておりましてね、いわゆる薬用酒、薬味酒というお酒です。で、体に非常にいいお酒なんで、皆さんにちょっと飲んでいただきたいなと思いますけど。なんか400年作り続けてらっしゃるということで、うちはもう商売始めたのは江戸後期ですけど、それ以前は家の家電薬としてずっと作ってきてるわけです。で、それ以前は、戦国の朝倉家の家電酒ですね。当時朝倉時代のこの三大漢方薬の一つと言われておりまして、いつ飲んだらいいですか？食前食後という形に飲まれる方もおられますし、寝る前に飲まれる方は熟睡して非常に疲れが取れるという、そういう方がおられますね。薄墨桜の方はどういうふうに飲むと美味しいですか？これはねもち米で作ったお酒なんで、いわゆる醸造みりんなんです。本醸造のみりんですから、お料理に使われるのが一番本来の姿なんですけれども、飲んでもらいますとですね、非常に美味しいので、普通のお酒としてね飲まれる方もおられますし、あと焼酎で割ったりですね、あと炭酸で割ったり、そういうあと果物をつけたりですね、すると果物酢、いわゆる果実酒が出来上がりますので。この亀は実際に醸造に使われるものなんですか？これは昔ね、今はもう使ってないんですけど、昔はこれでお酒をランジャ酒を作ってたと思います。後ろのあれがお医者様これ明治天皇の主治医の辞医された方がここの推薦書を書かれてるらしいんです。そうですね。なかなかね、明治天皇のお医者さんと言われるとちょっとあんまり話もしにくいんですけど。細かい石までだと500ぐらいあるっていう。もう2ヶ月近くも。池のね、石組みがすごいんで、水が漏れないようにもう細かく組んであるんで。石だけでもびっしり。石だけでがっちり組んであるんですよ。本当にこんな生えた木でも全部調査しましたから、あれ全部入れて。そうか、10年何百年だけじゃなくて。新しいもの。新しい生えて、もうこれ自然なんで、植えてないんですよ全然。自然なものがいろいろ南天とかね、朝倉山椒とか、今度石だけの調査だけで2ヶ月ぐらいかかってますので、全部測るからびっくり、形までこんなね崩れた形から全部掘り起こしてね、で植物の先生も来られて、その200近くある木を一本一本名前をね全部、で位置関係もなくなったとしてもパッと再現できるきちんとした位置関係なんですか。これね、松の木は何本もあったんですよ。それがね、やっぱりみんな枯れていったんですよ。その松の木を切ったおかげで、今までさえなかったもみじがね、全面的に出てきて、こんなにこのもみじの木が多かったんかなっていう形で最近見直してるわけですけど、我が家の天下みたいな感じで綺麗ですよ本当に。それは11月20日前後ですけど。欅は樹齢500年ですよね。京都のあそこすごい
玄関の戸が欅でできてるよね。あ、迎賓館。迎賓館。迎賓館。あれ福井の欅でできてて、福井の欅らしいですけど、こんな迎賓館の正面のね、一枚一枚